皆さんこんにちは、なるです。今回は神秘の湖と壮大な山々に囲まれた長野県の諏訪地域を旅してきました。長野県は北信、東信、中信、南信の4つのエリアに分かれています。それぞれのエリアには北信の千年古刹善光寺、東信の避暑地軽井沢、中信の山岳リゾート上高地、南信の高遠城址公園など長野県を代表する観光地が点在しています。今回訪れる諏訪地域は南信に位置し、松本城や奈良井宿といった人気観光地にも比較的近いエリアです。諏訪地域は岡谷市、諏訪市、下諏訪町、茅野市などで構成されています。この地域は標高759メートルに広がる県内最大の諏訪湖を中心とした自然豊かな場所です。この地を代表する諏訪大社は7年に一度の勇壮な御柱祭で全国的にも知られる由緒ある神社です。諏訪大社は諏訪湖を挟んで上社と下社に分かれ、さらにそれぞれが本宮、前宮、秋宮、春宮という二社四つ宮の形式で鎮座する独特の構造を持っています。諏訪へのアクセスは公共交通機関の場合、新宿から特急スーパーあずさに乗れば約2時間30分で上諏訪駅に到着します。名古屋駅からは特急しなので塩尻駅まで約2時間、そこから中央本線に乗り換えて約15分で上諏訪駅に到着します。車の場合、中央自動車道諏訪インターチェンジまたは岡谷インターチェンジを利用すると便利です。あ、諏訪大社の秋宮が見えてきたよ。じゃあね。ここは何ですか？諏訪大社はね、諏訪湖の周りに4つの神社があって、それをすべてまとめて諏訪大社って言うんだよ。あ、そうなんだ。これは下社？あ、そう。で、今から行くのは下社の秋宮。うん。てか、下社には春宮と秋宮っていう神社があって、神様がね、移動することで知られてるの。あ、そうなんだ。そう、2月の1日からは春宮に神様がいて、8月の1日からは秋宮に神様がいるってされてるんだって。こっちは今いないってこと？そう、今3月だからいないけど、はい、秋宮を見に行きましょう。はい。諏訪大社は日本最古の神社の一つ。主催人の竹南方の神は古い日本神話国譲りの登場人物。力比べに敗れた彼が諏訪の地に逃れ、この地を治める神となったことが諏訪大社の始まりとされています。しめ縄かっこいいね。めっちゃ太いね。うん、すごい太い。で、手前のさ、狛犬のもすごい大きいね。でね、諏訪大社はね、神様がいるとされる本殿ないんだって。あれ？どういうこ自然そのものを、ご神体としてるの。下社はね、ご神木なの。あ、木ってことね。そうそう。で、上社は森屋さんなの。あ、そうなの？そう。森屋さんが、ご神さんなんていうの？あ、そうなんだ。そうだったんだ。そう。行かないといけないじゃん、また。ね、森屋さんまた行かなきゃ。全然知らなかったね。
前宮には、本殿あるみたいだけどね。あ、そうなんだ。そう。みたいです。はい。あそこに立ってる木はね、御柱だよ。うん。この辺の地域は御柱祭っていうのが7年に一度のお祭り。うん。で、神社のところにね、4つ立ってる木を、建て替えるためにやってるんだって。で、あれが、秋宮の4の柱だね。あ、そう。で、1の柱が一番大きいんだって。だんだんそれで細くなってくる。でね、御柱のね、後ろ側見るとね、木ってさ、山から引きずってくるじゃん。そのね、跡が残ってるの。ああ、そういうこそう。そこも見てみよう。それでは、これから春宮に行きましょう。はい。中山道の道を歩いて行きましょう。あるんだ。その前にね、有名な、和菓子屋さんがあるので、そこに寄りましょう。はい。塩羊羹が有名なんだって。そうなんだ。塩羊羹を購入しました。本当は11時から販売予定の小分けにしようと思ってたんですけど、試食したらね、めちゃくちゃ美味しくて、1本丸々買ってしまいました。なんか塩のしょっぱさとあんこの甘さがね、ちょうどマッチしてて甘じょっぱい感じで美味しかったです。甘すぎなくてすごいいいなと思いました。ね、今度の登山にもこれ行動食として持ってこうかなと思っています。はい、ここはね、甲州道中と中山道の合流地点なんだよ。すげえ。こっちの諏訪大社の方が甲州道中で、これから行く春宮に向かう道が中山道になってます。すごい、中山道だよね。そう。ここもあったんだ。江戸への道だね。ここも繋がってたんだ。それでね、中山道の中で唯一ここの下諏訪町だけが温泉がある宿場町なんだって。ああ、そういうこと。昔から入ったのかな。そう、だから多くの人がここで休んでたって言われてるんだって。そうなんだ。だからね、今宿場町の名残を残すような建物がこの辺にはいっぱいあるんだよ。本当にいっぱい温泉あるね。でさ、ちょうどいいんだよ。あったかいの。暑すぎないしぬるすぎなくてちょうどいい。気持ちいい。温泉見つけたら全部手に浸すね。そしたらツルツルになるかなって。いや、変わんないと思う。やってみよう。もう変わんないよ。これさっき言ってたやつ？ね、教えてもらった神社だね。すごいな。お寺。階段結構あるよ。行く？うん。行くか。
今も緑の苔が見えると思います。で、雪はないんですか？雪は。雪あるけど、緑ですよ。で、杉並木がすごく綺麗で、で、この山門を中に入ると、大きな松が、京都から庭師が来て、雪吊りってありますね。金沢の兼六園に行くと、ああいう綺麗な雪吊りが今見れると思いますけど、ね。ぜひ、ここ見て行かれたらいいかな。穴場ですか？このさ、諏訪地域のね、うん。こういう神社、うん堀なんて言うんだろう、こういう。とにかく、どんな小さいこういうのでもね、4本、柱がさ、御柱が立って、ほんそう、と。ここ、なんだろう、囲うようにね、4本立ってるんだって。すげえ。そう、珍しいよね。これも立ってるね。はい、豆知識だよ。すげえ。諏訪湖が見えたね。うん。ちょっと高台だから。高いとこ来たね。この奥にちょっとだけ富士山見える？ちょっとわかんないね。隠れちゃってるかな。いい天気だからすごい綺麗だね。街並みが綺麗。山もすごい綺麗に見える。ではこのまま春宮行きますか。はい。はい。さっきより小さいかな。さっきよりなんかコンパクトな感じだね。これね、結びの杉って言うんだよ。そうなんだ。そう、途中でさ、ほら、分かれてるじゃん。ああ、ほんと。でも根元は一つなの。だから結びの杉って言われてるんだって。すげえ。恋愛だけじゃなくていろいろな縁。ああ、そういうことね。そうそう。なんだって。すげえ。これかな、さっきの人が言ってたやつ。うん、そうだね。ここで占うって言ってたね。作物と、なんだっけ、一年の世の中を占うんだよね。
めっちゃ寒そうじゃない？確かに1 1月だね。月にやるってさ。あ、夜通しでしょ？大変だ。明治26年創業の湖水魚店林屋から続く老舗。2004年に5代目が隣接地にうなぎ専門店うなぎ林屋をオープンさせました。ふっくら焼き上げた絶品うなぎはもちろん、諏訪湖の恵みを生かした鯉料理やワカサギ料理も絶品です。いただきます。すっごい美味しそうだね。光ってる。めっちゃキラキラしてるよ。いただきますね。うわ、超ふわふわだ。うわー、うわー、うわー、ご飯も、うわ、タレ超染み込んでるよ。いただきます。うまそう。うまい。すっごい美味しい。なんかふわふわだわ。表面パリパリだけど、すっごいふわふわ。タレもね、そんなに甘くないよ。そうなの？美味しい。さすが諏訪のうなぎだよ。諏訪湖で取れてるやつじゃないと思うけど。そんなんいいんだよ。そういうのいい。そうなんだ。美味しい。油がね、すごい甘い。本当に美味しいわ。今まで食べたうなぎの中でさ、一番美味しいかも。なんか重くない。今までのうなぎって結構油が重かったんだけどさ、いや、美味しいわ。どんどん食べちゃう。いや、本当に美味しいわ。マジだよ、マジ。これマジ。味変する？ね、そうだね。味変しようかな。やっぱ山椒だよね。山椒？山椒。いただきます。山椒がけ。こんな感じですか？こんな感じなんだ。ちょっともう一回食べていい？ちょっとわかんないからもう一回食べる。なんか爽やかになった気がする。ちょっともう一回わかんないから食べていいから。いや、わかるだろ。表現がわかんないってこと？なんかさっぱりした。さっぱりした気がする。ちょっとわかんないな。いや、美味しすぎてさ、そもそもが美味しくて、もうどんどん食べれちゃう。味は変わってるよね、さすがに。ちょっと爽やかになったかなって感じ。タレもあるよ。いや、美味しいわ。私いつもさ、結構うなぎ油っぽくなってさ、最後重いってなっちゃうんだけど、これだったら本当にいける。一番枚数あるやつでもいいかも。わさびトッピング好きだわ。わさび味か。うなぎ美味しかったね。美味しかったわ。確かに一番うまかったかもしれない。ね、私も一番美味しかった。てか、そもそもなんで諏訪でうなぎが有名なの？知らないの？
知ってんの？何それ。昔ね、江戸時代の頃、諏訪湖でうなぎが取れてたんだって。あ、そうなんだ。そう、それで、盛んになったんだって。へえ。でも今はダムとかできたりして、取れないみたいなんだけどね。あ、でもその風習が残ってるってことか。そうそうそう、その名残があるんだって。すごいね。うん。さすがですね。じゃあこれでデザート食べ行く？うん。行きましょう。昭和10年創業の富士アイスは長野県で初めてアイスクリームを販売したことからその店名が付けられました。看板商品の自慢焼きは外はこんがりと焼き上げた絶品和菓子、8時間かけて炊き上げた北海道十勝産粒あん入りと自家製オリジナルカスタード入り、あんことチーズ入りの3種類を楽しめます。すっごいクリームたっぷりでね、カリカリで中ふわふわで美味しい。食べ応えある。これが100円って安いよね。確かに。うわ、あんこん美味しそう。粒あんだ。諏訪湖はね、長野一大きい湖なんだよ。知ってますけど、さすがに知ってますけど。だよね。知ってるよね。さすがに知ってるよね。さすがって何ですか？まあ一般常識かなって思って。あ、いやいや。なんだっけ。お見当たりは今年もなかったらしい。うん。雪もあんまなかったのかな？寒かったのかな？雪はあったけど、まあ、そこまで寒くなかったのかもね。で、お見当たりっていうのはさっき言った神社あるじゃん？下社？で、上社の神様が、下社の神様に会いに行くときにできるって言われてるんだって。ああ、そういうこと？そう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 。なんだ。ね。じゃあ前に来てないのか。しばらく。かもしれない。湖に浮かんでるやつ何かな？いや、石でしょ。そう。亀かも。亀かも。亀。いや、石でしょ。そう、じゃあ見に行くか。亀かも。なんかアザラシにも見えない？いや、見えませんけど。嘘。アザラシなんだけど。石じゃん。嘘、木かもしれない。石でしょ。嘘。めちゃくちゃ石やないか。全然面白くないんだけめっちゃ石だった。ど。全然面白くないんだけど。いや、なんか亀に見えたよね、遠くから見るとさ。見えない？ちょっとだけ。でしょ？諏訪湖畔に位置するクラスアは食をテーマにした魅力的な複合施設です。地元食材を生かしたレストランとベーカリー、諏訪の特産品が並ぶお土産ショップが充実しています。屋上からは諏訪湖を一望でき、絶景とともに食事や買い物を楽しめます。
ちゃくちゃ可愛い手ぬぐいあるよ。ほら、キツネとね、トウモロコシ。キツネはね、コーンって鳴くからコーンなんだよ。いや、わかんない。めっちゃ可愛くない？可愛いよね。欲しいな。可愛い。あとライチョウもいるの。ライチョウとピーマン。ダジャレになってんの？ダジャレになってんのかな。とりあえず動物と野菜だね。野菜とか花。かわいい。かわいいんだけど、かわいい、欲しい。欲しい。かわいいから欲しい。キツネとコーンよくない？ね、キツネとコーンいいよね。このピンクのやつはね、ほら、ネズミがね、株に擬態してるの。ああ、そういうこと？かわいい。なっちゃった。はい、立牛公園にやってきました。諏訪湖がすごい綺麗に見えるね。うん。ここは君の名はの聖地って言われてんだよね。うん。ね。ああ、雪大きい。山も綺麗に見えるね。確かに。街もよく見える。で、水面がキラキラしててさ、太陽の光が反射して、めちゃくちゃ綺麗だね。どうだ。君の名はどのシーンなのこれ？隕石が落ちて湖になったとこ？ああ。わかんないわかんない。ああ、そういうことか。うん。